スコットランドのグラスゴーに戻ってきた、私たち、ゆっくり歌劇団。前回までの特集が、青いイメージカラーの鉄道会社、トランスペナインエクスプレスだったせいで、一面青くなったサムネに、新たな色を加えていきたいと思います。話を聞いているうちに、皆様の顔色が真っ青になっていくだろうけどな。出だしから不穏なこと言うなって。今回の特集は、西海岸本線。昔から様々なドラマと名車、それから名車を生んだ、歴史ある長距離幹線です。取り上げるのは特定の車両とか会社じゃないんだ。一社だけだと話のネタがすぐなくなっちゃうし、最近この路線はいろんな話題が豊富なんだよ。主に悪い方向に。それでは、最初にご紹介するのが、西海岸本線の特急、アバンティウエストコーストです。2019年末に誕生した、これも今となっては特に新しくもないのか。とにかく、2019年末に誕生した特急列車専門の運営会社です。ロンドンとグラスゴーを結ぶ西海岸本線を中心に、マンチェスターやリバプールなど、イギリスの主要な都市を網羅します。この路線の特急は、1997年にイギリス国鉄が民営化して以来、バージントレインズという会社が、長らく特急の運行を担当してきました。旧体以前だった国鉄から、すべてを一新した新進気鋭のイメージと、手厚いサービスにより、人気を博してきた鉄道でしたが、2010年代後半から運輸省との間に様々な問題が発生。その結果、バージントレインズは列車の運営権を全て失ってしまいます。アバンティはそんなバージントレインズの後を引き継ぎ、西海岸本線の特急を運営する会社です。イタリアの大手鉄道会社、トレニタリアが経営に携わっていまして、名前や列車の塗装にイタリアを思わせる要素が盛り込まれています。出資率は3割だけどな。ゆっくりお黙り。私たちは2019年12月にイギリスを訪れ、20年以上続いてきたバージントレインズがアバンティへと変わる様子を見てきました。あの時は会社が変わったばかりでサービスには変化がなく、ほとんどの列車が白い塗装ばかりでしたよね。でもさすがに4年後には全ての編成にラッピングが追加されていました。アバンティウエストコーストの列車は大半がバージントレインズ時代の編成を引き続き走らせています。およそ5時間かかるロンドンからスコットランドまでの長距離線。そしてマンチェスター、リバプールといった大都市の幹線はクラス390、ペンドリーノが主力で活躍中です。あれ？そういえばこの会社にも日立製の新型ハイブリッド列車が導入されてたはずじゃ。それなんですけどね。私たちがイギリスに行ったのは2023年11月の末。アバンティが日立に発注した新型車両はまだ導入前で乗ることができなかったんです。アバンティの新型列車は同じクラス800系列でもグレートウエスタン鉄道の編成や LNER の東仕様から改良された点も多いそうですから、早いうちに乗りに行きたいですね。でもその前に今までのバージントレインズ、そしてアバンティを支えているペンドリーノ君たちの話をしていきましょう。2019年にバージントレインズから列車を引き継いだアバンティウエストコースト。交代直後はそれまでの業務とサービスをそのまま継承するだけでしたが、その後にいくつか独自のサービスを打ち出していました。まず一つ目は車内の改装です。クラス390、ペンドリーノでは座席の生地やカーペットの交換が行われます。それとともに新世代の車両と同等の設備が追加されました。乗車して初めに気がつく変化が、液晶ディスプレイが新しく設置されていることです。と言っても、ディスプレイの追加設置は特に珍しいものではありませんよね。ドイツのアイチャン型 ICE3 やイタリアの初代フニッチャロッサ ETR500 型など、登場時にはモニターがなかった列車に情報案内ディスプレイが装備されています。けれど、クラス390型ペンドリーノ君は、彼女たちと違い、天井が低く、通路にモニターが設置できません。なので、ボックスシートの仕切りの壁など、客室内の数箇所にディスプレイが新設されました。ここには、次の駅や乗り換え情報、車内の案内を表示するほか、客室内の防犯カメラの映像も時々映し出されます。
最近の列車ですと、イタリアの日立製車両、カラバッチョにも、同じ機能がありますね。ここに時折、窓に張り付いて、景色を眺めるゆっくりの姿が、放映されていました。あらやだ恥ずかしい。また、座席備え付けの固定テーブルにも、変化が見られます。モバイル機器用の電源が、通常のコンセントに加え、USB の電源も追加。そして色合いが、ベージュからダークグレー系に変わっています。この部分は単に化粧板を変えただけでなく、スマートフォンの無線充電にも対応させていました。さらに、車内インターネットもアップグレードされ、より高速で大容量の通信が可能になっています。それから、座席の種類が2クラスから3クラスに増えたのも大きな変化です。従来は普通席、スタンダードと一等席のファーストクラスの2種類でしたが、ここにスタンダードプレミアムという新しい座席クラスが新設されていました。これは一等席と普通席の中間に相当する席です。座席の配置は一等席と同じ横3列ながら、乗務員によるお茶や食事のサービスを省いています。その分料金は一等席よりも安く設定され、お得に移動ができます。飲み物や食事のサービスはいらないけれど、ある程度長距離を乗るので、ゆったりした席にしたいといった方におすすめのクラスです。もちろん座席では、電源や無料 Wi-Fi が使えますので、お仕事や作業に集中したい人にも向いています。スタンダードプレミアム席が設定される車両は、列車の行き先や曜日によって変化する。アバンティの主力車両、ペンドリーノは、11両中、ロンドン寄りの3両が、一等席車両だ。そのうち、常に一等席になるのは、ロンドン寄り先頭車の1両だけ。残りの2両は、スタンダードプレミアム、もしくは一等席のいずれかを、フレキシブルに変化させるのだ。例えば、平日の大都市間を走る、ビジネス路線の場合、3両すべてを、一等席として設定。逆に週末の列車では、リーズナブルな、スタンダードプレミアム車両を、増加させている。週末は、お休みを取る社員さんも多いことから、シートサービスのみのスタンダードプレミアムを増やすことで、車内サービスに必要な乗務員の数を減らすのも狙いの一つだ。スタンダードプレミアムは今のところ長い編成を組んでいるペンドリーノ君にのみ設定されているクラスです。現在のアバンティには振り越式機動車スーパーボイジャー君や日立製のクラス805、807型エベロが導入されていますが、彼らは車両数が短い編成のため、中間クラスの設定がありません。列車や路線が限定されるとはいえ、価格が安く、ゆったりシートのスタンダードプレミアム席は成功を収め、今やアバンティ US とコースとの大きな実績の一つとなっています。ですがこの会社は、これからの先行きが不透明なんです。イギリスの鉄道は他の国とは大きく異なる独自のめんどくさ、いえ、ややこしい制度のもと運営されています。はっきり言っちゃった、ややこしいって。だって本当にややこしいでしょ。ほんと、めんどくさいんですよこれ。国鉄民営化後のイギリスの鉄道は、地域ごと、種別ごとに細かく列車が分割されています。そして、それぞれの部門で入札を実施。最終的に選ばれた会社は、一定期間、列車を運営する権利を与えられます。アバンティは、この入札に競り勝ち、2019年から西海岸本線で特急列車を運転できる権利を運輸省から授与されていました。運営権がもらえる期間は最長で12年間。つまり、2019年から2031年までの期間が予定されていました。けれども、2020年から世界各国を襲ったコロナが、全てを狂わせてしまう。感染拡大防止のためのロックダウン。そしてその後も不要不急の外出が厳しく制限された結果、鉄道を利用する人が激減したのだ。この影響をまともに受けた各地の鉄道会社は、列車の減便、運転区間の短縮が続出し、利益が出せなくなったのだった。アバンティ US とコースとも、もちろん例外ではありません。特にこの鉄道は、2019年末に運転開始したばかりの、新しい列車です。ブランドの刷新に伴い、車両に新しいラッピングを施したり、車内の改装を予定していました。しかし、大幅な減益のため、こうしたコストのかかる各種の刷新、
そして今後の見通しが、全て不透明になってしまいます。これは、アバンティに限ったことではなく、各地の鉄道で、同じ現象が起きていました。数ヶ月にわたる、運休、減便の末、経営難に陥る会社が、少なくなかったのです。ですが、アバンティに起きていた問題は、さらに深刻でした。先ほど銀ちゃんが、政府との契約期間が、最長で、と言っていたのに、皆様お気づきになっていたでしょうか。実は、今のところ、確約されている運営期間は、2026年まで。その後は、それまでの実績をもとに、3年ごとに、延長するか否かを判断する、というシステムでした。ところが、現在のアバンティは、運休と遅延が多く、お客さんからの信頼性、満足度が低いのです。定時到着率は、なんと 44%。運転する列車の半分以上が、時間通りに到着できていないのです。すっげー。ドイツ鉄道以下の信頼性じゃん。僕も、うちの下がいるとは思わなかったよ。それに加え、この会社は、乗務員不足が慢性化して、列車は1割が運休しています。つまりこのままでは、2026年で、契約が打ち切られる可能性が大きいのです。これに関連して、アバンティはもう一つ、大きな影響を受けつつありました。イギリスでは、2029年頃に、高速鉄道線の新規開業が控えています。アバンティは当初、西海岸本線の特急に加え、この高速鉄道の運営も担当するはずでした。ですから、2030年代までの長い運営期間が設定されていたんです。ちょっと待って姉さん。今言った、高速鉄道って、ハイスピード2のことだよね？最初は、2026年の開業じゃなかった？それがね、コロナによる、作業の遅れ、技術的な問題、建設費の高騰によって、工事が遅れて、開業が伸びちゃったの。一応、2023年秋の発表では、高速鉄道線の開業後は、予定通りアバンティが高速列車の運転を担当することになってますが、実際にどうなるのかは、明確な見通しが立ってないんです。予定されていた計画が狂ってしまったのは、鉄道会社だけではありません。イギリスが官民共同で取り組む高速鉄道計画そのものも、規模が大幅に縮小されてしまったのです。今、610が言った通り、現在開業に向けて建設が進む高速鉄道線は、ハイスピード2と言います。路線は、ロンドンから、中部、バーミンガムまでの、190キロです。バーミンガムは、工業で栄える街で、人口はロンドンに次ぐ、イギリス第2の規模です。現在は、最速の特急でも、1時間20分はかかります。ところで、ここまでの説明で疑問を感じた方がいらっしゃるかと思います。イギリスには前から、高速鉄道はあったんじゃないの？と。確かに僕たちの動画では、HST 君や、ハッチャン、ペンドリーノ君などなど、最高時速200キロで走る特急列車を、いくつもご紹介してきました。でもあれは厳密に言えば、在来線特急。高速走行に適さない古い線路を無理やり時速200キロで走行しているだけなんです。今のところ、イギリスで公式に高速鉄道と位置づけられているのは、ロンドンから南東のドーバー海峡に向かって伸びる全長110キロの区間のみ。そこを走る国際特急のユーロスターと、イギリス南東部の地域をカバーする、白熊くんだけが、高速列車となっています。そんなイギリスの、2本目の高速専用線として、ハイスピード2は、建設が開始されました。フランスやドイツの高速鉄道ですと、列車は既存の駅を発着し、しばらく在来線を走行。そして、郊外に設置された分岐から、新設の専用区間に移り、超高速走行を始める、という運用が一般的です。この方法は、駅の施設や都市部周辺の線路を改修する必要がなく、建設コストが低いのが大きなメリットです。しかしその反面、通勤列車など速度の遅い列車が同じ線路を走るので、すぐに速度を上げられない。ターミナル駅の周辺は多種多様な列車で線路が混雑していて、遅れが発生しやすい、などの欠点もあります。これが原因で盛大に遅延しまくってるのが最近のドイツ鉄道なんだよな。最近、10年前から同じ状態な気がするけど、おいあんたら。また、イギリスの鉄道独自の問題として、車体のサイズが小さいので、車内が狭く、大
大量輸送が難しい、といった欠点もありました。こうした問題を解決すべく、ハイスピード2は、より大きな車両が走れるように、線路や駅を建設。そして、始発の駅から、新たな専用線を走行します。高速鉄道に、専用の規格を新たに用いる点は、日本の新幹線や、スペインの高速鉄道、アベと同じですね。ハイスピード2の運用最高速度は、ユーロスターよりも速い、時速360キロ。設計上の最高速度は、時速400キロで計画されています。と、大風呂敷を広げているけど、経済性とかの関係で、最高速度は多分、300キロに落ち着くんじゃないかなーって、個人的には思ってます。ハイスピード2の建設は、2017年から開始され、ロンドン側の出発地、ロンドン、ユーストン駅周辺でも、大規模な工事が進められています。超高速列車は、短い時間で長い距離を走れる点が、大きなメリットです。なのでどうせなら、遠く離れた都市まで、線路を通したいところ。ですが、こういったプロジェクトは、規模に比例して、莫大な資金が必要になります。ですのでひとまず、ロンドンから、イギリス第2の都市、バーミンガムまでを、第1段階として設定。その後は、需要や経済状況に応じて、マンチェスターなど遠い都市へ、延伸する計画が進められました。ロンドンからバーミンガムまでの高速路線が完成すると、現在最短の運転でも1時間20分以上かかる区間が半分の40分に短縮される予定です。合わせて、専用の高速車両が日立製作所に発注されます。フランスの車両メーカー、アルストムとの共同プロジェクトで、両社の得意な技術を組み合わせて製造されます。この計画は最初、日立とアルストムではなく、ドイツのボンバルディアと日立との共同プロジェクトでした。けれども途中でボンバルディアがフランスのアルストムに吸収されたので、表向きは日仏企業の共同計画となっています。アルストム側の開発は、引き続き、元ボンバルディアの部署が担当しているんですけどね。イギリスで導入される新型車両は、日立製を強調する報道が多いことから、新幹線の技術がイギリスでまたもや認められた、といったコメントなどが、どうしても散見される。だが実際は、ドイツのボンバルディアが開発した高速車両、ゼフィロ V300 の設計を発展させ、イギリス向けのアレンジをした車両なのだ。つまり、新幹線や、クラス800系列の要素はあまり多くなく、どちらかといえば、イタリアのフレッチャロッサミッレの方が、近い存在だ。また、新型高速車両は、従来の路線と互換性を持つことが条件とされ、心在直通構造で設計されている。建設中のハイスピード2は、距離が短いので、専用の大型サイズで車両を作ってしまうと、運用がかなり限定されてしまうためだ。そのため最初は、在来線も走れる小さいサイズの車両でスタートし、将来ハイスピード2が全国に延伸する頃に、改めて、フル規格の大型車両を導入する、という手法を取ったのだった。しかし、華々しくスタートしたハイスピード2は、計画が進むにつれて線路と車両、両方に暗雲が漂ってきます。まず、第1段階の工事が進むにつれて建設費用が当初の見積もりを大幅に超過していきました。でもまあこれは、よくある話ですよね。決して褒められたことじゃないけどな。そして、イギリスを取り巻く各種の情勢が大きく変化したことが災いし、莫大な建設費がかかる高速鉄道だけに予算を振り分ける余裕がなくなったのです。さらにダメ押しに、2023年、建設スケジュールや費用対効果の面から、プロジェクトの完全な達成が難しい、との報告書が出されてしまいます。これはバーミンガムからさらに先の都市へ伸びる第2段階の計画が全て中止になることを意味していました。そうなると、190キロの区間だけで工事は終わっちゃうってこと？あまり時間短縮の効果がなさそう。そうなんだよ。ユーストン駅の改修も、最初は11本のホームが超高速列車対応になるはずが、どんどん規模が縮小されて6本だけになっちゃってるしな。これに伴い、1時間あたりの発着本数は18列車から最大で11列車に削減したそうだ。一応、発注済みの車両は心在直通構造になっていますから、バーミンガムから先の街にも走行が可能です。最も遠い区間ですと、ロンドンから北に550キロ離れた
スコットランドまでの運転も予定しています。けれども、時速300キロで走れる高速用の線路は、全行程の3分の1以下のバーミンガムまでで終わってしまうため、残りの3分の2の区間は今まで通りの西海岸本線を時速200キロで走ることになります。さらにその新型車も雲行きが怪しくなりつつあるのが痛いところだ。新しい高速列車は日立とアルストム、それぞれの工場で部品が製造される。日立は北部イングランドのダーリントン近郊にある工場で車体の製造を担当。完成した車体はイングランド中部のダービーにあるアルストムの工場へ輸送する。そして同じく中部にある鉄道製造の町、クルーで組み立てられた台車を結合し、内装や電気部品を取り付けて完成させるのだ。いろんな町で作られた車体や部品を一つの工場に集めて完成させるっていう手法は、なんだかエアバスの旅客機みたいだね。新型車両は2025年までに全ての設計を完成させ、製造に移る予定だ。だがその前に日立の工場に大きな問題が起きていた。ダーリントン近郊の工場は最盛期には1000人以上が働いていた組み立て工場だ。だが現在車両の新規発注がなく、製造が途絶えつつあるのだ。現在製造中の列車はアバンティウエストコースト向けと中部の路線を受け持つイーストミッドランズ鉄道向けの特急車両たち。これらが全て完成してしまうと、1年ほど、場合によってはそれ以上の期間新規製造がない状態になってしまう。最悪のケースでは、ハイスピード2用の高速車両の製造が始まる前に、英国の工場を閉鎖するかも、と、日立は危機感を募らせている。はっちゃんの故郷、その1が、なくなっちゃう可能性もあるわけですか。せっかく、何億円もかけて、車体を製造できる設備を整えたのにねー。だからといって、空白期間に、他の国の車両を製造できないのが、イギリス工場の歯がゆい欠点です。車両工場で完成した列車は、通常、工場のある町から、鉄道の線路を走って、各地へ輸送されます。しかし、イギリスの鉄道路線は、通過できる車両の大きさが、一回り小さく、ホームも高い、独自の規格を用いています。つまり、イギリスの工場では、イタリアなど、ヨーロッパ大陸向けの車両を作っても、線路を使った出荷ができないんです。だったら港は、それが、遠いんだよ。直線距離でも、30キロぐらいあるんだ。同じ日立でも、イタリアの工場は、フレッチャロッサミッペの新規発注もあって、まだまだ元気なんですけどね。あれ、どこまで増えるんだよ。そろそろ初期車両の製造開始から10年以上になるだろ。あんまり聞きたくない話だけど、もし、日立のイギリス工場が閉鎖になったら、ハイスピード2用の高速車両の製造はどうなるんでしょう。多分、アルストム工場の設備を使うか、イタリアで車体を製造して、イギリスに持ってくるんじゃないかな。思えば、高速鉄道を通そうとしている、西海岸の路線は、昔からひたすら速さを追い求めて、変なチャレンジばかりやってたよな。19世紀の頃は、乗客の都合を無視した、無茶苦茶な運転をやっていたし、20世紀は、伝説のあれを生み出した路線だし。でもおかげで、技術は発展しただろ。発展、したっけ？いや俺じゃなくて、1930年代の最速列車のことだよ。そんなのもありましたね。燃費が良くて、パワーもある蒸気機関車で、600数十キロを途中停車一駅だけで走り抜けたんでしたっけ？乗務員の交代なしで終点まで運転したから到着後に機関士さんがぶっ倒れたけどな。立ちはだかる難題に、新たな知恵と技術を持って挑むのが、西海岸本線に根付く一つの文化です。その伝統は、最新の高速鉄道にも受け継がれようとしています。時代が移り変わり、鉄道のシステムも大きく変化しようとする中、しぶとく生き残り、姿を変え、問題を中途半端に達成する。それが我々の誇る、イギリス、西海岸本線なのです。We have to go down, you know, the Great Walk steps. We go out the opposite door when we went to the lino or something. Yeah. When we go out the station, the lino's on our right, wasn't it?
Yes, yeah, because you went uphill slightly. We've got to get out of the main Well, I don't know where you're going.